こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はりょうさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃありょうさんについて自己紹介をお願いします。一応フリーランスでデザイナーをしてます。で、動画編集とか紙物の編集とかしつつ、雑貨店オンラインショップ持ってて、それもやってる感じです。はい、ということで今回紹介していただくこちらのご自宅がワンルーム 1L 一応、なんかおしゃれに言うと 1LDK らしいんですけど、はい、まあなんかなんちゃってみたいな。結構そうですよね。ちょっと仕切りがなかったりすると、だいたい何畳ぐらい？37平米って聞いて、ちょっと畳が分かんないんですけど、そんぐらいはあります。というわけで、結構ご自身で制作されてる家具だったりとか、そうですね、こだわりの雑貨とかたくさんあると思うので、そのあたり詳しくお話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはじゃあちょっとリビングの方から紹介をしていただきたいなと思います。はい、お願いします。どうぞ。はい、そっか、ここがこうリビングと寝室の方が奥までつながってるような間取り、こんな感じです。ということで、じゃあちょっと順番に紹介をしていただきたいんですけど、まずはじゃあこちらの作業、ワークスペースからちょっとお話を聞いていきたいなと思います。こちらのワークスペースは、こう作業環境を作るにあたってこだわったポイントとか何かありますか？こだわったポイント2つあって、腰痛持ちなんですよ。なんで必ず昇降デスクじゃないといけないっていうのは自分の中であって、そこはもうこれありきで考えました。前ちょっと天板がこれと違うの使ってたんですけど、引っ越してきて結構 DIY した時に全部木を統一しようと思ってシナランバーコアっていうのに変えました。割と安価に購入しやすいと思うじゃないですか。そういうわけでもないですか。と思うじゃないですか。この木材高騰により、結構倍ぐらいになっててそっかそうなんですよ。ありましたもんね。余計にお金かかっちゃいました、そこは。でも基本は安いです。ちなみにこちらの昇降デスクはどちらのブランドの？なんだっけ、フレクシスポット、フレキシスポット、Amazon で2万円ぐらいでした。というわけでちょっと細かいアイテムの話聞いていきたいなと思うんですけど、結構収録とかいろんな割とガジェットがそうですね、ガジェット大好きなんでありますが、お仕事的にはそれこそデザインもそうですけど、こういうポッドキャスト的なこととかもなんかやってたりするんですか？音声配信系は昔やってて最近はしてないんですけど、基本メインが動画編集とかが多いんで、これとかも編集の機械なんですけど、ダヴィンチリゾルブっていうメーカーさんの専用の編集の機械で、めっちゃ可愛くないですか？普通に可愛いですね。可愛いですよね。そうだからあんま使わないんですけど、たまにあると便利、長尺ものとか作るときは。結構おいくらぐらいするんですか？もう本当に良心的な会社で、ソフトがだいたい買い切りで4万なんですけど、それ買ったらついてきたんですよ。そうなんですね。実質タダみたいな感じで、これも普通に買うと4万前後ぐらい。それすごいですね。めっちゃ本当いい会社で、そもそも有料版も4万円するけど 90% ぐらい同じ機能使える無料版もあるんで、なんか初めての人それでもいいみたいな。確かにそれだったらなんか動画編集初めてやる人はやりやすいですね。マジでおすすめ。確かにアドビはダメよ絶対使えないちなみにこちらのマイク、マイクはこれどちらのブランドですか？これなんか誕生日プレゼントでなんかみんなにこれって言ったんですけどブルーかな。ブルーのマイク、結構マイクだと有名というか、よく見るやつですね。でもなんかだいたい黒とかネオンカラーで光ったりするのが多いんで、なんかそれがちょっとデスクとあんま合わないから、ブルーだとこのシルバーとかあったんですよ。なんでこれをみんなに買ってもらいました。カメラとかもね、
カメラはこの間奮発して買ったんですけど、初めてニコンの Z30 っていうやつでロングラン商品で、中身は同じで外だけ変えるみたいなシリーズなんですけど、雰囲気は撮れないけど目で見たのを忠実に撮ってくれるっていうニコンさんのいいところがあって、確かにそれは特徴ですよね。そうなんだから編集ありきなんですけど結構使いやすいカメラです。あとはマウスとかも。マウス、そうですね、これは一番長いかもしれないっていうぐらいもうずっと使ってて、ロジクールのトラックボールのマウスなんですけど、5000円ぐらいなんですけど、これ本当にずっと昔からあるんですよ、メーカーさんが出してて。で壊れたら買って壊れたら買っての繰り返しで、もうずっと使ってます。腱鞘炎になる人とかおすすめです。これ使うと本当なくなりました。へえ、それすごいですね。わかりました。あとはこちらのデスクチェアについてもちょっとお尋ねしたいんですが、デスクチェアはやっぱり腰痛持ちなのですごくこれはこだわったんですけど、なんかいろんなショールームに伺って座って一番良かったのがこれどこかなどこのなんだろう、忘れちゃったなんか品川にあったんだけど、なんか確か国用さんだった気がするんだけど、白が良かったんですよ。で白で結構選択肢限られてくる中で国用さんは割と白いのがあったんで、それをオーダーして買いました。だいたい7万とか8万ぐらいかな。オフィスチェア高いんですよね。高いですよね。の中ではだいぶ安い。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度こちらの手前側にある、これは何ですか？ですね、一応正式名称がミールカートとかって呼ばれるものなんですけど、キャビンアテンダントさんが機内で配膳とかそういうのに使うやつで、ベルリンで IC ベルリンっていうメガネ屋さんに行ったんですけど、なんかそこがこれを重機として使ってたんですよ。でこの中にメガネを全部ディスプレイされてて、引き出し開けるとずらーって並んでるみたいな。でそれを真似しようと思って数年前から見つけたら買うようにしてます。すごいディスプレイというか重機でこれ使ってたんですね。そうなんですよ。本当かっこよくて、なんかそのものによってはもっと細かく棚入れれるともあるんで、なんか私は商品とかをここにしまってます。結構実用的ですね。結構実用的、なんか深いんで奥行きもあるから割と長いものとかも入るんですよね。そうなんですよ。すごい。プリンターとかも入ってます。プリンターも入るんですか？入るんですよ。割と何でも入るシルクスクリーンの、これも A3 ぐらいあるのかな。でも全然余裕ですごいですね。入ります。わかりました。ありがとうございます。そしたらこちらお隣に移動してフィッティングルーム的な箱というかあれがありますが、これは一体何なんですか？これは工具収納スペースっていう感じで、絨毯作るタフティングの道具とか、あと木工系の道具とか、あと撮影用の機材とか、もうそれがもう全部ここに収まってる感じです。すごいですね、ここの部屋。そうなんですよ。夢が詰まってるんですよ。しかも見え方めちゃくちゃ良くないですか？ここは結構ここを引っ越す時にすごく悩んで、やっぱ収納スペースがなかったんで、参考にしたのがミケーレ・デ・ルッキさんっていう素敵なおじ様がいるんですけど、なんかジーンズとかとコラボしてメガネとかも最近だ作ってる人なんですけど、その人の別宅にあるシャワーブースをサンプリングしてて、でちょっとサイズだけ引き直して日本の住宅のサイズに合うようにした感じです。これ大体どれくらいのお時間かかったんですか？これは超簡単ですよ。だって1,2,3,4,5,6枚しかないんで。そうなんですね。これはもうほんと積み木みたいな感じ、レゴをやる感じで作られた。
そしたらじゃあ今度そのままちょっとお隣に移動をして、こちらはライブラリースペースというか。そうですね、なんか見せつけるスペースディスプレイって感じですか？まあそうですね。はい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 。ちょっとじゃあここの辺も詳しく紹介していただきたいんですけど、まず多分目に入るのはこちらの棚だと思うんですけど、棚自体はこれはご自身で？そうです、スーパービバホームさんですこれも元があって、ドナルド・ジャットさんっていうアメリカのミニマリズムの人かなが晩年建築とか家具作ったりとかするようになって、その方の図書館にある本棚をこれもサンプリングして、すごい特徴的だったのが囲まれてる部分が前に出てるんですよ、この棚板部分に比べて。その元のやつは、倍の長さ出してたんですけど、その縮尺合わせるのに3分の1ぐらい出しました。それこそこれ結構サイズも大きいですけど。サイズ、そうですね、多分個人で作れる限界サイズそうですよね。そうなんですよ。板が決まってんですね、大体大きさって。でそれの限界サイズで作ろうと思って1800ぐらいあるかな。これ大体ご予算どれぐらいで作れたんですか？他にも一気に作ったんですけど、でも木材だけだと6、7万ぐらい。まあこのサイズだとまあそんぐらいはしますよね、やっぱり。そうなんですよ。まああと工具とか買うとちょっとまた高くなっちゃうんですけど、まあでもそんぐらいで作りました。で今まあ3段あって、カテゴリー分けというかなんかされてたりこれするんですか？その上の2段はその雑貨屋さんやってるんで、その商品をちゃんと見せなきゃいけないんで、その商品のスペースと、あとは空いてるスペースとかは自分の趣味で作った陶芸作品とか、どこか行っていいもの見つけてきたものとかを並べてます。じゃあちょっと順番に上のその雑貨系のアイテムちょっと聞いていきたいんですけど。そうですね、なんか面白いところで言うと、ここの2段とかはこれドイツ版のシルバニアファミリーなんですよ。そうシルバニアなんですよ。そうなんです。でもシルバニアがなかった頃ぐらいの古いやつなんで、結構手作りなんです。本当に木材使ってたり布貼ってたりするんですよ。あ、すごいですよね。そうなんです。結構お金もじゃあかかってる。そうなと思うんですけど、なんかドイツっぽいなみたいな、なんかそこはガチなんだみたいな思想が詰まってます。そうなんです。すごい可愛いのが多いんで、それは面白いかなって感じがします。下の段とかは結構ご自身のお気に入りの。そうですね。これとかは1週間ぐらいかかったんですよ、作るのに。あ、これもご自身で作られて？そう作ったんですけど、陶芸で穴窯っていうその薪をくべて24時間火を絶やさず焼く、もともと本来の方法ですよね。でそれを行ったんですよ、1週間。すごいですね、1週間でもみんな本当シフト制で薪をくべて、もう合宿みたいな感じで、これはちょっとそれで思い出で苦労が詰まってる。すごいですね、1週間で。そう、花瓶です。で、下が、いわゆるアートブックとかビジュアルブックが収納されてるという感じ。下はもう基本仕事に役に立つ本、図録とファッション系と、あとは雑誌とか実際にデザインに参考になりそうなものを並べてます。この辺でなんかお気に入りの本だったり、なんかそういったものを何点かピックアップしていただけたらなと思うんですが、ありますか？フレデリック・バジールさんっていう19世紀の印象派の画家なんですけど、のっぽさんですごく。でお金持ちだったんですよ、お医者さんの息子で。この人がモネとかマネとかシスレーとかそこら辺の時代一緒になんか活躍してたんですけど、結構金銭的援助をしてあげてたから印象派が生まれたみたいなこと言われてて、自分もそういう風になりたいなと思ってすごい好きなんですよね。あ、そう、これが一番有名な絵かな。この人バジールさんで、これがマネかな。これなんか大体この印象派の人たち勢ぞろいの絵なんですけど。なるほど、ありがとうございます。
そしたらじゃあそのまんま、こちらの手前側にあるこの椅子とか、そういったところのお話ちょっと聞いていきたいんですけど。椅子はこの2つとも、こっちとこっちはコインにさせていただいてるアンティークショップのサブトーンズさんっていうところで購入させていただいたんですけど、お金のない学生がパリのアパルトマンとかでこういうの使ってそうみたいなあ、いいじゃんいいじゃんみたいな、はい、感じで選んでて、でこっちもそう。でもこれとかは確か天童木工とかじゃないかな。でもすごい日本のメーカーって安くなっちゃうんですよね、アンティークな。でもそれすごいもったいないと思ってて、作りはちゃんとしてるんで一流なんで。そうですよね、そう、海外のメーカーじゃなくても北欧家具とかが日本で流行った時代なんで、デザインとかも北欧感あるんで、今そういうのを好きな方は日本のブランドを探してみるとお値打ちで手に入ると思います。確かに、そうですね。これ椅子の上はラグというか、そうです。これタフティングで自分で作ったやつです。へー、丸いやつ。はいはいはい。これじゃあ結構座り心地とかも引いているか引いてないかで変わりますか？そうですね。これなんか上が取れちゃってるんですよ。なんていうんだっけ、座面のところで、まあでもそれも可愛いなと思って買ったんですけど、なんか引いた方がチクチクしないから。確かにそうですね。チクチクしちゃいます。そうそうそう。はいはいはい。引きましたね。これ下にもこのラグというかね、引いてありますが、ラグはこの間ラグ欲しいなって思ったんですよ。でもなんだ、ラグ結構高いし、なんか今すぐいいもんであるか分かんないから、タフティングの裏地用とかで取ってた生地が家にいっぱいあるんで、切ってつなぎ合わせて夜中バーって作ったっていうラグではない布これでも引いてあるか引いてないかでだいぶ部屋の印象は変わりますよね。そうなんですよ。本当すごい。床がね寂しい時は何か引けばいいっていうのを学びましたありがとうございます。はい、でこちらが隣、このスペースはまた収納スペースって言っていいですかね。ディスプレイというか、はい、ちょっとじゃあここも紹介していただきたいんですけど、まずこの収納棚はこれはどうやってこれ作られたやつですか？これは山形のりんご箱を買って、それを重ねて足だけ自分で作って浮かせた感じです。ああ、そうなんですね。ベッド側にも棚があれなんですね。そうなんです。なので合計18マスあるんで、もう収納には困らない。確かになるほどね。はい、これじゃありんご箱は普通にも購入されて、そうです作ったという。はい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 。ここはどういった感じでこれ収納カテゴリー分けというかされてるんですかね？収納で、上の段はもう毛糸、ちょっと溢れてますけど、これはタフティング用で、これはもう山形の絨毯屋さんから購入した毛糸ですね。あとはもうこっちは読み物系の本が多いんですけど、なんか結構スピ系も好きなんで、なんかスピ系の本とか哲学の本とかそういうのを人生悩んだ時に読んだりとかしてます。結構見せれないアートとポルノの中間みたいな本がいっぱいあって、でもこれとかこれなんかタッシェンっていうすごく有名なその美術系の本屋さんが出してるんですよ。だからこれはアートなんです。でテリー・チャードソンっていう多分30代ぐらいの人だと分かると思うんですけど、結構ファッション系のフォトグラファーで、あと有名な人だとオバマさんとか撮ってるすごい有名な方なんですけど、一瞬パラパラしますね。一瞬パラパラします、ね。なんかちょっとこういうあーって感じなんですけど、こんなふざけた人なんだけどでもすごい人なんですよ。でこれがなんかニューヨークの本屋さんから買って持って帰ってきた時に税関に引っかかっちゃってでもうこれはアートなのかポルノなのか論争になるんですよ。でこのどこのページのどれがポルノだと思うんですかって言って、したらなんか通りました。通ったんですね。そうなんか持って帰ってこれて、だから日本で持ってる人はほぼいないと思います。これ何時間ぐらい論争続いたんですか？でもねそこまでですよ。なんか結構捕まるんですけど、卑猥なグッズとかが
だいたいいっぱいになるんですよ。でも大体の人は言わないんですよ。あ、はいみたいな。で通してくれるんで、こっちも強気だと大体大丈夫。あ、そうなんですね。はいはい。あとは何かありますか、この辺だと。これいいんですか？ちょっと宣伝になっちゃうけど。あ、いいですよ。いいんですか？一緒によくチームで働く根津孝子さんっていう人がいるんですけど、ライターの方で、すきやばし二郎さんってそれこそ大統領の人とかみんな食べに来る有名なお寿司屋さんがあるんですけど、そこの、息子さんかな、のインタビューの本で1年かけてインタビューしたんですけど、そこの挿絵で私が消しゴムはんこを彫らせていただいて、消しゴムはんこニューヨークでも売られてるんですごいんですよ。外国の人にすごい人気のお寿司屋さんみたいですね。な感じ。なるほど。あとその隣とかは、食器もちょっと置いてあります、ね。はい、食器はこれは本当になんか実用的に使うものなんですけど、マグカップとか。おお、かわいい。そうなんです。これどちらのやつですか？これも自分で作ったんですけど、メンフィスっていう、なんかポストモダンとかで活躍した軍団がいるんですけどなんかその人たちのすごいデザイン好きなんで、それを参考になんかいろんな形でいっぱい作ったんですけど。そうか、この辺上に置いてある陶器系のものは全部、これはご自身で作ったものが多いんですか？そう、大体そうですね。クロワッサンとか。はいはいはい。可愛くない？おお、可愛い。これ本当にクロワッサン作るみたいにこうやって焼いたんですよ。ああ、そうなんですね。可愛いですね。クロワッサンとか。あとはこれがなんかちょっと小物とか入れるようなの作ってて、一応穴開けてるんですよ。でここに壁掛けとかできるようにしてるんで、そうなんかウーテン白っていうのが最近流行ってるから、シャラくせえなと思ってなんか自分でも似たようなの作れないかなと思って、ちょっとこういうのを作ってみたりとかしてます。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。そしたら今度そちらの前にあるこのダイニングスペース言ったらいいですかね。紹介をしていただきたいなと思うんですけど、まずこちらのテーブルから。これはどちらで購入された？これ IKEA でバタフライテーブルで開くと結構広く取れるんで、作業場として使うときはちょっと広げて使ったりとかしてます。これ大体おいくらぐらいで購入したんですか？多分2万7,000円ぐらいだと思うんですけど、なんかこの間見たら値上がりしてました。で今、テーブル上に照明を置いて使ってるみたいな。そうです。ちなみにこの照明はどちらで購入されたんですか？これはパリのバンブの飲みの市で買ったんですけど、なんか対の赤いのがいたんですけど、それがスーツケース入んなくて買ってこらなくて、1個だけっていうのはこの青いのを買ってきました。なんか不安定すぎて、いつ倒れてもみたいな感じなんですよ。確かにそうなんです。でもずっと使ってます。でその下にも布というか、布、そうですね。敷いて、こっちの上のやつはちょっと忘れちゃったんですけど、この黄色のやつは、去年イタリアに行ってきたんですけど、その時になんかキッチン用品店みたいなところで買ってたやつ、この色が可愛かったんでそれを引いてます。あとこの両サイドにあるこの2脚、ベンチというかキャスター付きの椅子、これもめちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。これはなんかリサイクルショップでなんか1000円で売ってたカラーボックスだったんですけど、なんかちゃんと見たらそのヒノキ使ってたりとかして物はいいものだったんで購入したんですけど、キャスターだけつけたら結構、椅子にもなるからっていうので便利でこれ使ってます。上にはジャストサイズで作った、そのタフティングのなんていうんですか、タフティング座布団を引いてます。で収納もできてってことですね。そうなんです。収納ができるのは便利です。めちゃくちゃ。
結構座り心地とかどうですか？意外といいと思うんですよね。で結構この出入りがしやすいし、友達が来た時とかもいろんなので置けるから、確かに結構座り心地も良くて、おすすめです。ありがとうございます。はい、続いてこちらが、ベッドルームということでちょっと紹介をしていただきたいんですけど、まずこちらなんかベッド、こう睡眠に対するこだわりというか、そういうものは、ちょっとお話をお伺いできればなと思います。ちょっとさっきも話したんですけど、腰痛があれなんで結構マットレスはこだわりました。有楽町のビッグカメラの寝具売り場に凄腕のおじいちゃん2人がいるんでもともと百貨店で働いてた人が今バイトで働いてるんですけど、そこの人にも全部選んでもらってもうこれみたいなで揃えたって感じですね。たまにそういう百貨店で働いてたおじいちゃん、たまにいますよね、そういうちょっと。そうなんですよ。ゆっくりなんか余生的な感じで再雇用みたいな働いてる人いますよね。いやビッグカメラはそこがいいとこですよね。やっぱりじゃあ寝心地とか寝心地睡眠変わります？変わりましたね。やっぱりなんか昔は柔らかくてなんか沈んじゃってて腰の部分が寝て体調が悪くなることはなくなりましたね。もう寝て体調が悪くなるって最悪ですもんね。本当にひどいベッドだったんで前は。ちなみにこれどちらのブランドのものなんですかね？確か全部フランスベッドで揃えました。のなんか一番硬いマットレスのやつで、フレームもなんかそれにあったフランスベッドで揃えました。なるほどね。わかりました。で、こっち側は今まだこう収納スペースということで、そうなんです。まだちょっと空いちゃっててどうせ物増えるかっていうの開けてるんですけど、ちょっと毛糸とか増えたのとか睡眠に使うグッズみたいなのをちょっと揃えてます。じゃあここは後々物が増えてきた時に使われていくという感じですかね。はいはいはい、わかりました。じゃあ続いてちょっとこちらの向かい側の洋服をこちら収納しているスペースですかね。そうですね、クローゼットです。洋服とかはこだわりとかあったりしますか？洋服は一周回って何もなくなってしまってそのブランド物とかっていうよりはご縁があったからとか自分で作れるものは作ろうとかなんかそういうので選んでたりとかします。もうこれならここみたいなのを増やしたくてバッグならフライターグとかあともう T シャツはギルダン、とか下着はブーディ、で靴下は無印みたいななんか統一できることに快感を今得ていて他のものも今絶賛探し中です。統一できるものがあったら。ちなみに結構リビングとかだとご自身で作ったアイテムとかもたくさんあったと思うんですけど、洋服だとそういったものとかあったりしますか？洋服は結構シルクスクリーンやるんでこれとかなんか普通にボディ GU とかで買ってきてで B ノイっていう書いてあるんですけどこれが雑貨店の名前なんですけど、それにイタリア行った時にバチカンで見てきたなんて名前ど忘れその銅像さんを、シルクスクリーンで吸ったりとか、でなんかその愛着が持てるものの方がなんか大事にするなと思って最近そういうことをよくしてます。結構じゃあこういうシルクスクリーンとかはすごい洋服はお好きでいろいろやられたりもするんですか？そうですね、結構バッグとか T シャツとかタオルとかはよくやりますね。それこそ今日着用されてるパーカーとかもこれも刺繍ですか？これはシルクスクリーンです。これもシルクスクリーンなんだ。もう GU のボディにお店のロゴだけ入れたんですけど、なんかワンポイント入るとそれだけでも愛着持てるから、なんかそれが好きで、なんか無地のものだったらちょっと入れたくなっちゃうんですよね。寂しくなっちゃう。そうなんです。そんな感じです。わかりました。ちなみにこちら下に敷かれてたこのラグ、これもすごい可愛いですね。これでも IKEA です。IKEA なんですか？そうなんです。IKEA がアンティークっぽい感じのラグを出してて、IKEA でこれは買いました。いいです。おすすめ。わ
かりました。ありがとうございます。続いて、ご自身の、制作されているもので、面白いちょっとアイテムがあるということで紹介をしていただきたいんですけど、今手につけてらっしゃるブレスレットって言ったらいいんですかね、これは。はい。じゃあ 2way 仕様で、長さが可変できるんですよ。これね。でこの長さを短くすると分かる人には分かると思うんですけど、いわゆるコックリングとかコックベルトと言われるものに変わるとプレー仕様ってことになるんですか？ファッションなんですね。でもなんかどっちかっていうとなんかふざけたいなっていうので作ったんですけど、このルイ・ヴィトンのよくあるモノグラムの財布とかをさばいてよく見ると分かるんですけど、確かにルイ・ヴィトンの定番のやつです。定番のやつを。でなんかルイ・ヴィトンのバッグとかの形は好きで前使ってたんですけど、なんか別にモノグラムが好きなわけじゃなかったんで黒いスプレーとか塗ってたりとかしたんですよ。でもなんかそれでも結構余ったりとかしてたんで、なんか他に面白いの作れないかなってなった時に、なんかルイ・ヴィトンが絶対しないことってなんだろうと思ってそしたらなんかちょっと下系のもの作ったら面白いんじゃないかなと思ってでもあくまでもファッションアイテムなんで、なんかやっぱ恥ずかしいじゃないですか、これは下のなんかですって言ったら、から一応可変式にしてブレスレットとして普通は使えるっていうのに作ったんです。結構女性の方買ってくれたりとかしましたよ。結構じゃあ可愛くて、なんか夢あるんじゃないですか。なんかこうつけてて、サイズを可変して彼氏のにつけてあげるとか、作る時はオーダーで作ってあげてたんで、サイズ測ってきてもらってじゃないとだってつけれないから、確かに。で腕のちゃんと測って、なんか愛を感じました。なるほどね。ロマンが詰まってます。そうなんです。わかりました。ありがとうございます。はい、ということでりょうさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお尋ねしたいんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋でしょうかみたいなところ聞きたいんですが。みんなやってましたもんね。やってます。コンセプトってあんまりないんですけど、どっちかというと自分のためっていうよりは結構友達がよく遊びに来るんで、その人たちがくつろげるような空間っていうのは考えて作ってます。それこそ、こうレイアウトとかも寝室が見えないように置いてるのと、これも意図的というかあれですもんね。それありますね。やっぱりなんかちょっと気持ち悪いじゃないですか。仲良くてもちょっと生活習するものが見えると、っていうのはちょっと考えたりとかはしてますね。それこそあとは結構ご自身で作られてるアイテムっていうのも。そうですね。てかほとんど作れるものは作ります。なんか作れないものは買うものだって思ってるんで、そこは惜しまないようにしてます。それこそその買うものとかで、なんかよくチェックするブランドとか、好きなセレクトショップとか、なんかチェックするそういうものなんかあったりしますか？あんま家具とか買いに行かないですか？となると。家具なんか基本作れちゃうからっていうのもあったら、なんかすごい何でもできる人みたいで、なんかすごく嫌な感じなんで嫌なんですけど別にないんですよね。結構その場でこう出会ったもの、あんまブランドとか気にせず、ちょっとそっちの方が綺麗に聞こえるんでそっち使ってください。そうで、なんか巡り合わせでなんかいいものとか、あと知り合いの人からなるべく買いたいんで、そういうのとか。今あと椅子とかも1個オーダーしてるんですよ。実は6月になんかロンドンから届くんですけど、その人もなんかたまたま雑誌で知って面白いことやってる人だったんで、ちょっと応援したいなって気持ちも兼ねてオーダーさせてもらったりとか、そういうのがしたいです。お金とせ使うならっていう。そういうやっぱアーティストさんとか、そういう方をこうそうですね、発掘とは言わないですけど、そういうのすごい気持ちいいです。なんか面白い人見つけたとかなったら、すごい気持ちいいって感じかな。ありがとうございます。そしたら最後にりょうさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。今年の1月1日からインスタで
雑貨下量っていうアカウントでこのインテリアとか雑貨の、発信をしているので、よかったらフォローお願いします。はい、というわけで、気になる方ぜひインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいなと思います。ゲストはりょうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい。